シーン6テイク4です。アクション。前作の、ディジェネレーションの続編という位置づけになってます。やっぱり続きを見たいというお客さんもいましたので、引き続きレオンを主人公に、数年後のレオンを描こうというところで。CG においては最高のクオリティを目指して作りました。僕は一つの分岐点みたいな位置づけになるかなと思いますね。今までバイオハザードの世界観の中で実戦でクリーチャーが出てきたっていうことはないんですね。今回はそのバイオハザードのキャラクター同士がバトルするってクリーチャー同士の戦いがあるので、その辺のバトルは結構見どころかなと思ってます。かっこよくって面白くってでもちょっとグッと来れる映画。Moving into position. 時系列で言いますと、前作のディジェネレーションの後、ディジェネレーションとバイオ6の間を埋める話ということですね。紛争が続いている東ヨーロッパの小さな国っていうのが舞台です。This is a war, and things are different. No one can do anything without the backup of the American government, not even you. Well then, I guess my only option is to lose my American citizenship for a while. Leon! 主人公がどれだけ過酷な状況下に置かれてでそれを乗り越えていくかっていうのがやはり映画としての醍醐味だと思うんで、そこを目指そうという意味で神谷監督はとにかくレオンをいじめたいと。僕は今回何がやりたいかって、プロデューサーから言われて一つ思ったのが、なんかレオンの地獄巡りみたいなことに今回できないかなって。Don't say a word. 孤立無縁ってことですね。それこそだからゲームと同じような感じのシチュエーションにおいて、今回のレオンっていうのは初めて行った国でたった一人で、しかも普段はハニガンとのやり取りみたいなのもあるんですけど、それも遮断されてしまってっていうような状況での、レオンが、いろんな行動を起こしていろんなことに巻き込まれている。レオンというキャラクターに関して言うと、僕らのお手本って、その当時だとバイオ4しかなかったので、できるだけバイオ4的なレオンを目指して、人間味を前作よりは加味していこうという。かっこいいけれどもどこか可愛さがある。少し彼がのその本当の魅力みたいなものが出るところといったらやっぱり女性と接した時なんですよね。 Good day, Madam President. Gentlemen, I have been sent here by the BSAA. My name is Ada Wong. やっぱりレオンといえばエイダっていうのが最近のゲームの流れにはなってきていて、前作ではちょっとクレアという、バイオ2のレオンとクレアっていうイメージで描いてですね、エイダ出なかったんで、エイダ出ないんですかっていうのもちょっとあったんで、そこではもう今回は絶対エイダ出しましょうという。 Looking for someone? Ada. 謎めいた女性だっていうことで作ってても本当謎めいてるんですよ。ミステリアスな女でもなんか強いし、頭もいいし。 It's been a long time, Leon. レオンとそのエイダは5には当然出てきてません。でもその間に彼らもやっぱり生きてたという時間軸とかを考えると、当然
何がしかの接触があったりとか交流みたいなものがねあったかもしれない、全くなかったというほどの関係ではないんじゃないかなと思ってるんですね。 By the way, when are we going to carry on from where we left off that night? Anytime but now. You're angry with me, aren't you? 例えばこんな会話しただろう、もしかしたらそれはどこかの夜で、もしかしたらちょっとロマンチックな雰囲気があったかもしれなくって、もしかしたら少し時間に余裕もあったかもしれなくっていうようなことを想像しながら書いてみました。 I have to go and get it. Go and get it? Why? They need somebody to take over for Ottoman. なんかバディムービーっぽくしたいなっていうところで、バディって、そのまんまそれがほぼ役名みたいになっちゃいましたけども、レオンと対になる存在として鏡みたいな存在になればいいなと思ってたんですね。 As far as I am concerned, there is no difference between this and using POWs. If you want to keep this from happening again, put down your gun. レオンは止めたいと思ってることというのは BOW の拡散を防ぐっていうことなんですね。レオンのそのここまで生きてきたそのモチベーションというか、彼のその目的意識をやはり揺さぶるようなことを問いかけるという男。基本的にはずっと敵なんですよね。敵なんだけども、だんだん結局最後は分かり合えてくる。 Want to go grab a few beers? Are you buying? You'll have to go without me. 友情って多分ね、そんな多分気づかれてないんですよ、レオンとバディって。ただ同じ状況でいる中で少しは分かったってことじゃないですかね。 So this is what you're here for. Well, are you satisfied? 東スラブ共和国という国を設定した時に、やはりバディの今度は対になるような形で一つその複雑なその政治状況、世界観を示す一つの形としてスベトラーナという女性を設定しました。 What will you gain by killing me? Have you thought this through? Who will lead the country once you gain independence? You? 完全な悪ではないのかもしれないし、彼女には彼女のなんかビジョンがあって、ああいうことをしたんでしょうけども、方法が間違っていたという。 I thought you guys hated America. Sure, we hate it. But things made in America. Now that's different. かつて東欧の国であったとしてもね、当然アメリカの文化なんかいっぱい入ってきてるだろうし、それはアメリカに限らずおそらく暗い話になっていく感じだったので、なんか一人ああいうキャラクターがいた方がいいだろうということで、この作品の中では僕が一番好きなキャラクターですけどね。現在の、最新の技術を導入して、最高のクオリティを目指しているというのがあります。もともとバイオハザードがリアルな感じの、作品なので、出てくるキャラクターに関しても背景に関しても、リアルを目指しています。より前作よりもリアルにやってより感情面を出したっていう感じのアクションの激しい作品を目指して作っています。あんまり CG だからこうしなくちゃっていうのは特に意識しないようにはしてるんですね。普通の実写映画を作るような感覚で、作ってるっていうことですね。東欧っていうところで日本にはない文化がいろいろあるっていうところで、まずロケハンに行って建物の作り方から、街の雰囲気を見てきて、それを
反映できたとは思っております。実際作ってるプロダクションも東欧のプロダクションでやっていたんですよ。もともとそこに住んでる人が作ることでやっぱ雰囲気が違いますね。例えば電信柱の作り方一つにしても、日本とは全然違うので、そういう細かいところがやっぱりリアルになってると思います。イメージボードは作りながらも、より細部のリアリティっていうのは現地の人にも、スタッフですねとお話ししながらちょっとクオリティを詰めていきました。実際にこのハイポリゴンのモデルを作る前にアニメーションチームとの受け渡し用で作ったローポリゴンのデータでの街並みになります。でこの中ではやっぱり地面も完全にフラットに作っていて、見え方シーンの広さっていうのを決め込んでから、イメージボードを書きでさらにハイポリゴンに仕上げていくっていう流れになります。蜂の巣状のドームを、CG 上で表示しているものです。この中にカメラを置いて、実際キャラクターたちがこの中で演技するっていうような形になります。今回は、前作と比べると CG のキャラクターの個性っていうのが結構強く出てると思います。舞台が東欧なんで、そちら系の人たちを呼んで 3D スキャンを取り、骨格から筋肉の感じまで本当の 3D のデータをベースにして参考にして作っていきました。監督からの発注を受けたのがこちらの絵になります。でそれに対して、CG で作ったのがこちらですね。うちのスタジオ、モーションキャプチャースタジオがあるんですけど、カメラ台数が今100台ありまして、広いエリアで撮影ができると、最大20人ぐらいで撮れるんですけど、そこを今回も使って、あまり制限なく撮れたと思います。100台を1つの PC に取り込むと非常にデータ量が多すぎてですね、パンクしてしまうので、2システムに分けてタイムコードで同期してるんですね。でこちらが46台、こちらが54台、こちらが下から煽ってるカメラで、これが上から。前回は400万画素のカメラだったんですけど、今回は1600万画素で4倍の面積になってます。でそれに伴ってマーカーサイズも半分以下になってますので、だいたい精度的に8倍ぐらいの体感がありますね。前作に引き続き、今回も、軍事指導という形で、毛利さんという方を、お呼びして、プロフェッショナルな所作に関しては毛利さんに指導してもらって、右手で銃を自分の肩に引きつけて、要は自分の右胸で前に押す。こういう姿勢。Contact! Front! 50 feet! Assault! Ready? Action! So you missed me, huh? Yeah, in your dreams. See what I'm seeing? Yeah. It's like a beehive. So you missed me, huh? Yeah, in your dreams. You seeing what I'm seeing? Uh-huh. It's like a beehive. I have some more questions for you.
I have some more questions for you. It's been a long time, Leon. What are you doing here? I was about to ask you the same thing. Did you release the Plaga? Don't make me laugh. What are you doing here? I was about to ask you the same thing. Did you release the Plaga? Don't make me laugh. あとフェイシャルスタジオがありまして、それは別のスタジオになるんですけど、それも弊社内のスタジオでモーションキャプチャー撮ってすぐフェイシャルキャプチャーをするというワークフローでやってました。My name is Ada Wong. Great. Now I got a cowardly lion to deal with. Come down. モーションキャプチャー撮影した後は、実際にそのカメラワークを決めて、どういうレイアウトにして、どういう感じで、どんなセリフを言ってどの尺をこのカットに使うっていうのを決めていく作業に入ります。それが決まることによってその背景もどう見えるかっていうのが決まってくるので、作り込む作業っていうのが決まってきます。それが決まってから、照明を作って、質感を詰めて、で表情も全部作っていってっていう形の流れにはなっています。前作もフェイシャルキャプチャーを使ってたんですけども、そのデータ取得が結構精度が低かったので、よりキャプチャーのアクターさん、外人さんの表情を豊かに撮れるようにしたりだとか、動きの硬い部分をもっと柔らかくしたり、よりリアルな方向に、進めることがコンセプトとしてありました。We prefer to call ourselves pro-independence やはり fighters. アクターさんによって表情のニュアンスとか感情が違ってきますので、それに合ったリグをそれぞれ構築しております。もう少し大げさな感じを出したいっていう、監督の意向もありましたので、その辺を加味しつつ、あとは目線ですね、レオンを見たりだとか、そういったところをつけたファイナルショ You ットです。 people in the CIA call us terrorists. But we prefer to call ourselves pro-independence fighters. 今回リアル系なんで、本当シミュレーション、服の揺れとかっていうのをリアルに揺らしていくっていうのが今回のコンセプトとしてはありますね。シミュレーションしないとこう曲げた時に服のシワが変形したりっていうのが全然ないんで、それが全然リアルに見えないんですよね。なんでこう全てをシミュレーションして本当リアルに服が動いた感じっていうのを出しています。これがジョイントっていう骨なんですけど、こういうのを入れて動かせるようにするですね。セットアップのシミュレーションとか動きっていうのは普通に見えるのが正解なんですよ。なんで違和感を感じるともうセットアップ的にはダメなんで、本当違和感なく見てもらえるとありがたいですね。モーションキャプチャーベースで撮影されたデータをモーションビルダーというソフトを使ってカメラワークをつけて、シーンごとのお話を作って、それを監督にシーン単位でどういう感じですかねというチェックのやり取りをずっとやってましたね。映画で使っているようなレンズ、あとカメラの動き、そこら辺を追求してより写実的になるようなお話を作っていけるように特に心がけてやってました。前作より液体の表現、特に血ですね、血の表現が多くてですね、エフェクトの中で血って液体の表現って一番難しいんですけれども、そこで苦労しました。とにかくエフェクトがもう満載なんで爆発あり銃撃戦ありっていう非常に派手なものになってるんで、その辺を見ていただけると幸いかなと思っております。2時間だったら2時間の長尺を疲れさせないで、なおかつ、効果的な 3D を見せていくか、まず奥行きを重視していると。やはり広がりのある3D ということは最初に奥があって
そこにまたキャラクターが手前にいることによって強調できるので、プラスアルファで考えなければいけないのは、そのドラマ性によってやっぱり少しは飛び出てこないと、見てる人も退屈な 3D になってしまうので、飛び出させるところは飛び出させ、快適な視聴プラスドラマの並行でやっていくようなことで成立させていくと。奥行き情報のスコアボードっていうのを作ってます。青い方が、奥行き重視のカット、それから黄色が、平均的な、3D のカット、それから赤に行くと暖色系に振ると、手前方向に、強調された 3D のカット、例えばこれはリッカーが迫ってくるところですけれども、リッカー越しにある背景の一番奥の視差は、ここの部分でチェックしましょう。それからそのまま迫ってきてガッと爪を突き出すところ、ここはやはりぐっと 3D 的には画面から飛び出ていたいというところで、この辺は、この辺のパーセンテージで爪の部分は視差を設ける 3D ありきの設計をしてますので、そこが一つもう 3D としてアクションシーンがカチッと見えている作品に仕上がっている理由ですね。頼む、化け物にはなりたくないんだ。なんて都合のいい話だよなっていう感じ。神谷監督は軍人マニアですね。声がものすごい大きな方で、常時エネルギッシュですね。武器マニアなので、銃の紐の部分、スリングっていうんですけど、それをリアルに揺らしてほしいとか。繊細なところまで見るなという、キャラクターの表情の細かい仕草とかにこだわってるなっていう印象ですね。なんか声にならないっていう苦しみと悔しみが混ざったような表情みたいなのになると嬉しいんだけどね。ぶっちゃけ僕は全く英語がわからないので、気持ちがお芝居に出てるかどうかっていうところを見るしかないんですね。セリフが合ってるか間違ってるかなんていうところよりも、その気持ちがちゃんとできてるかどうかっていうのだけを見れるっていうことにおいては、なんだろう、演出としてはなんか純粋な演出ができたっていうかな。すごく平和でゆったりした空気なんだけど、お互いの中では殺すか殺されるかの緊張感をちょっと持ってほしい。つもりとしてはこのテーブルがバーンとこっちにこう。So we want you to kick the table to that way. So that like that. Okay. 自分でやってみせるっていうことですね。こんな感じでやってくださいっていうのを自分でやってみせるっていうのがやっぱり一番外国人とのお芝居のコミュニケーションっていうところで言うとなんか分かりやすいっていうか、そういうやり方がだんだんなんか2本目にして身についてきたのかなとは思いますけども。You are in the wall. So. もう本当は壁がある。We have a wall here. Got it. Got it. Action. Action. He just has a sense of fun about him. I feel like whenever he starts to give a direction, he kind of has a smile on his face and he gets really into it, and it's sort of like a childlike quality. So he's very kind to the actors, and he's just fun to work with that way.
He's very focused and knows what he wants. It's amazing to watch him explain scenes because you can tell he's got a very clear idea in his head of what he wants, and that makes it much more easy for us when somebody is able to tell us what they need and what they want. 俺は良かったように見えるけどどう？いやいいと思います。大丈夫です。はい。さっきの。はい。グレイ。グレイ。本番。よーい。はい。僕はもともと特撮映画、特にやっぱ怪獣映画のスタッフ出身なので、結構その怪物っぽいものの動きにはなんかちょっと自信はあるんですね。まあ毎回ねやらせろやらせろって言ってたので、まあ、今回は初めてスーツを着せてもらってやらせてもらいましたけど。ガナードであるとかは、まあ、いわゆる人間の形をしているものなので、まあ、そのモーションキャプチャーで全然できることなんですけども、まずリッカーって、まあ、基本的に四つ足で這うように動く生物なので、モーションキャプチャー一応収録はしてるんですよ、人間で。ただ基本的には人間にできない動きをするので、手付けアニメーションっていうんですけども、モーションキャプチャーではなくてアニメーションのスタッフが手で動きをつけていくっていう。タイラントに関しては、普段ゲームや実写に出てくるやつよりも、まあ巨大でかつ、まあ、最終的にはスーパータイラントに変身するんですが、兵器としてちゃんと完成してるような BOW。クリーチャー同士のバトルっていうのはバイオとしてはちょっと新しさが出てきたんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。なかなかそういうのをゲームではやっていないので、やっぱりこう主人公たちと、まあ、クリーチャーっていうバトルが中心なので。まあ、ゲームのキャラクターにプラスやっぱ映画にしか出てこないオリジナルキャラクターがゲームのキャラクターと、まあ、同じ世界にいるっていうところでの、まあ、新しい世界。ゲームでは見れないようなクリーチャー同士の戦いとか、ゲームでは見れないレオンの弱さというか、よりバイオハザードの世界に浸れる、なんかこれは必須アイテムではないかっていう。やはりこのバイオハザードの CG ムービーというのはゲームの世界観から派生したスピンオフだというところが実は最大に楽しめるポイントだと思うんです。物語だけを楽しめるというのが実はこの CG ムービーの一番の魅力であり楽しみ方の一つじゃないでしょうかね。この作品から当然ご覧になった方はまだまだ知らないバイオがたくさんあるので、本当にゲームを遊んでいただいたり、前作を見ていただいたり、バイオハザードっていう壮大な、作品の中のダメでした一部なので、もっと広がりを味わっていただいて、これをきっかけにバイオをどんどん楽しんでいただければ嬉しいなと思います。本当に誰でも楽しめるエンターテインメントにはなってると思うんですね。ホラー的な要素もありますし、いわゆるアクションっていう要素もありますし、男同士のグッとくる熱いものみたいなのもありますし、本当に盛りだくさんの作品になってると思います。